こんちは。短編新シリーズ 4G ピアス取得の旅、始めてまいります。企画内容は至極単純。牽制と増弾のピアスをゲットするというものです。歴代作品でも入手が面倒で有名なこの防具たち。当然ながら 4G でも取得難易度は高くなっているよ。その代わり、1V で心眼や装填数アップが発動する。ぜひとも手に入れたいアイテムだね。条件はズバリ G 級冬季大会の制覇です。全クエを全部機種でクリアが必要。ランクは不問のためタイムは関係ないですが、これでも難度は非常に高いと言えるでしょう。そもそも闘技大会時代、縛りプレイを強要されるからね。慣れない武器で挑まないといけないのもそうだし。モンスとの相性なんか丸無視で、装備も適当だ。その上で 4G の G 級モンスを相手にしないといけない。難しい上に面倒、そんな感じですね。これを頑張って乗り越えていきましょう。なお、中にはすでにクリア済みのクエストもあります。それらは除いていきますのでご了承ください。その模様は主に1から攻略シリーズで見せてるから、そちらも良ければ見ていってね。よし、それじゃあやっていこう。取得まで失踪せず頑張るぞ。短編になりますがぜひお付き合いくださいませ。では企画スタートです。よっしゃー、じゃあ気合い入れてやってくぞ。クエストリストの上から順番に攻略するよ。G 級闘技は6クエスト。武器が各5種類で計30回のクリアが必要です。いくつか埋めてるけど、まだまだ全然だな。我々はあと22種類のクエストクリアが必要だ。まずはこちら、化けザメとトラザメ討伐。いきなり2頭クエとヘビーな内容です。ただ、2頭目の亜種は5分経過で合流なので、爆裂に難しいわけではありません。お分かりの通り、体験か総中魂が比較的楽だね。タイムを狙うなら総中魂一択だ。よりによってその2つだけクリア済みだったんで、タチガンスヘビーをやらんといかんね。ガンスとヘビー、やばそうな匂いがいたします。とりあえず選択画面に行きますか。冬季大会は武器種とスキル、アイテムはバラバラですが、うっすらコンセプトは共通しています。このクエは砥石高速や早食いが多くついてるね。2等クエには割と嬉しい。まずは一番楽そうな太刀を選択。なぜか太刀だけ早食いがないが。高耳も回避スキルもないので、防御面がかなり不安。だいぶストレスフルな狩猟が予想されます。幸いなことに回復アイテムはだいぶたっぷりあります。回復重視で死なないようにしましょう。武器は火がついてて、一応原種には有効だ。ただ他武器より倍率が低めだね。まずはタチでこのクエを思い出すところから、戦闘の流れみたいなのをつかめるといいかな。初期合流じゃないだけいいんですけど、5分って結構すぐ経っちゃいますからね。合流すると分断策は使えるんですけど、単純に誘導などは面倒ですし。片方の方向に捕まってブレス食らったりね、ろくなこと想像つかんぜ。そのためにもなるはやで原種を片付けたいんだけど、装備的に限界あるのが辛いところだ。さっきも言いましたがこの武器、倍率が低くて、だいたい他武器種より 1、2割くらい劣ってます。早めに電気ゲージの色の確保をしたいです。何か大きな隙が作れればいいんですが。まず狙いたいのはノリかな。これが弱武器では生命線だと思う。お見事です。振り落とされないように。何しれっと失敗してんのこいつ。開発上の欠陥だろこれ。これはひどい。段差と重なってるのが悪さしてそうですね。ザボアは腹を上にして転ぶので、ハンターが地面に埋まる格好になるんですよね。これ、他武器では発生しなかった。何がダメだったのかよくわからなかったよ。生命線とか言った途端にこれ、原種でグダルと足合流後にもグダりそうだ。ここで怒り状態に突入ですね。氷があると少し火が通りやすくなります。ただ弾かれやすくもなるので危険です。あんまり正面から殴らないようにしましょうね。回復薬も有限だからな。慎重見に行こうね。うわ、アシュが来やがった。もう5分経ったのか。せっかく赤にして火力が上がったんですが、分断に注力しないといけなくなりましたね。分断は失敗すると激烈に下るので慎重に。というか、失敗したらリタった方がいいと思います。とりあえず斜面側におびき寄せてと、原種は多分こっち側のが戦いやすいね。回転しながらビームを放つ攻撃が脅威ですね。角度があれば幾分か避けやすくなります。しかしなかなかいい感じの位置になりません。非常に鬱陶しいですね。早く亜種戦に取り掛かりたいんだが、頼むぜマジで。よし今がチャンス。柵を起動するぞ。OK、これでなんとかなりましたね。柵1回で倒しきれるかは置いといて。あとはひたすら攻撃して膨張を待ちます。2回までならノリも狙って OK。段差で帰って攻撃を食らわないようにね。それなりに攻撃力が高いぞ。言ったそばから、氷あられがだるすぎる。一応、打ち消しと賞賛があるので原種対策はできます。太刀は早食いがないので微妙ですが。正直、我々は競技場の類が好きではありません。装備固定がかなりストレスです。
装備を工夫して攻略するのが醍醐味だと思ってるからね。モンハンの楽しさが全然味わえんよ。どの作品でもこれ系は大体後回しになる。最後に仕方なく潰す感じかな。たまに面白い組み合わせもあったりするんですがね。セカンドのクックライトはよく周回してました。通常にを速射するだけのやつね。20秒ちょいで終わったよな。それ以外は基本的に難しいからな。闘技大会って報酬が良くなければ通ってないよ。4G も面倒なものばかりですが報酬は高価です。ピアスのほか純粋に強力な防具にもなります。特に DLC なしは貴重な耐火防具になるので攻略が必要になりますね。さて、柵が解除されちまったが、原種はもう終わるかな。よーし、これで第1段階クリアだ。あとはアッシュに集中できるぞ。アシュは氷もまとわないし、定期的に膨らんでくれます。多分原種より早く片付くでしょう。ただし攻撃範囲と麻痺に注意。タチだと攻撃を避けるのが非常に難しいです。グエー痛すぎ。出るの見てから回避じゃ全然間に合わんな。タチって身軽っぽい顔してんだけど、使うと想像の10倍硬直でかいよね。一発が重たくてもどかしいんですよね。正直 4G のモンスについていけません。ザボは相手には回避距離など相性良さそう。これはタブキにも言えることです。無理しないように確実に一発ずつ入れていこう。幸い、闘技大会は被弾にかなり寛容な施設だ。地味ですが8オツまで許してもらえます。さすがにそこまで落ちると PS 不足にも程がありますが、最悪、採取からアイテムも得られますので、根性さえあればクリアはできる設計です。腕より忍耐を試す施設と言えるかもね。ど根性で乗り切ろう。その後何分か戦ってもうすぐ20分経ちそう。さすがに時間かかるな。我々の最高タイムは総中根の12分台でしたね。適当にやって A ランクは安定するくらいの腕です。こういう施設だと根の強さが光ります。倍率も210と妙に優遇されてましたね。本当に素のスペック勝負になるからね。タチと根じゃベースの火力に差がありすぎるよ。ただ、タチもこのクエじゃかなりマシな部類だよ。ランスとヘビーが鬼門だからね。比較的身軽での武闘が早いですから、立て直しはしやすいですね。あと強いかは置いといて、空中の鬼陣切りが楽しかったです。あの攻撃、蓄積が2回発生するんだよね。ノリが取れるのは早かった気がする。クリアまでに原種アッシュで2回ずつ乗った形だな。原種は1回不正により失敗したが。あれなんだったんでしょうね。取れたかになってよかったですけど。ということでクリアしました。ギリギリ20分には収まりましたね。想像より時間かかったな。根が強すぎただけか。反省点としては手数不足だな。回復に頼ってもっとゴリゴリいけばよかった。特に原種で様子見しすぎた感はありましたね。次からの反省としましょう。前のめりにすればそれだけで数分は縮みそう。あとノリの成功。よし、じゃあ次の武器行ってみよう。続いてはガンランスだ。スキルに回避性能2があるのが特徴。その他、このクエの特徴である早食いと砥石高速。スキル面では恵まれていると言えますね。ただ、我々はガンスをほぼ触ってません。非常に怪しい空気が漂っております。4G は月メインで良かったと思う。砲術レベル3しかないし、フルバもいらなそうだな。久々に持ってみてもっさりすぎてビビったわ。我々の入力が下手なだけかねこれ。後隙の感覚もないので攻撃後の回避もうまくいかず、これは最終手段として頼りすぎない方がいいですね。早速食らってるし、砲撃後はもちろん回避ができません。ガンスだとなおさら氷あられがきついな。打ち消しありで助かったわ。早食いを生かしてアイテムガブ飲みでいくよ。とにかく原種をさっさと終わらせるんだ。やはりまず狙うべきはノリですかね。固定ダメージと隙を作れるのは重要。最初はジャンプ攻撃2回で乗れます。ここでもやられを直しておくのは必須。ザボアって無駄に暴れのターン長いからね。耳栓もないから油断すると失敗するぞ。しかし、ガンランスナー、4G だとロドレギオンのイメージしかないわ。冬季大会で使うのはこれとティガ3頭ですね。ティガの方は噛み合ってて、まあまあ使えました。しかし、武器種としての魅力は正直感じません。まさか4の発掘拡散がピークだったとは。4G でレベル5が最大なのはさすがにかわいそうすぎるな。4は上位環境だから強かっただけなのに。砲撃の影がかなり薄くなりましたよね。結果7くらいまであってもよかったでしょう。ガンスも最近は割と強めの武器な印象ですけど、作品によって波ありますよね。強かったのはワールド、サンブレイク、ワイルズとかかな。我々もワイルズ攻略中はガンス使ったしね。ただ、一方で余計なもん渡されて、弱体化もよくしてるイメージあるわ。ヒートゲージにアイスボーイの鼻くそもありましたね。あとライズはシンプルに弱い。思うと、チャークと結構境遇が似ている気がします。スキルも使い回せたりするし。我々、一番使うのがチャークなんだけど、次に好きなのはガンスだったりするね。システムに振り回されたり、管理する要素が多かったり、
シンパシーを感じるところがあるんだろうな。強い作品と弱い作品、大体共通視点ですので、砲術が重要なガード武器で一括りなのでは。昨年に投稿したチャークティア表のコメントでも、ちょこちょこガンス使いの方いましたね。使えると最高に面白いもんな。根強いファン多いと思うよ。ただ、チャークが強い 4G では弱いな。単純に火力取るのが難しいわ。原種を進めるのに8分ちょいかかりましたね。たちよりは少し早かったです。先ほどの反省を踏まえて結構攻めたつもりですが、正直限界を感じましたね。アシュの方は大丈夫かな。とっさのブレスと硬いしを引きれるだろうか。やり系はこいつらの膨張モードと相性が悪い。動きが遅いから範囲外に逃げられないんだよな。ブレス系の攻撃はどれも威力値が高いです。惰性を積まないとガードしきれないんですよね。こちらもタチと同じく回避距離が欲しかった、つくづく不便な施設です。このスキルとかってどうやって決めてんだろうね。あんまり考えてない雰囲気だけど。武器種は同数になるように配布されてるが、その他は開発のさじ加減だからな。まあ、装備がめちゃくちゃなのは昔からですがね、まともな切れ味ゲージがあるだけマシです。過去作の回訓練所は黄色ゲージ持たされて、無理やり殴ったりさせられてましたね。何の訓練かマジでわからなかったよな。縛りプレイ強要所って言われた方がまだ納得する。そんな文句を垂れつつも乗り成功。膨張中に乗れないが蓄積は可能だぞ。基本、どの武器でも真正面から行かなければ大丈夫。横から小づいていきましょう。ただ、アシュの怒り時は横にいても危険。膨張解除の水ブレスが飛んできます。クリアだけ目指すなら、怒り時は様子見るのも手だ。時間はたっぷりあるからな。一応、どのクエも A ランククリアの報酬あるけど、それは強武器で目指せばいい。ただ、A ランククリアの得点はあんまり美味しくないです。増幅の羽飾りと触光のメガネがもらえますが、増幅はポイントが中途半端で使いづらいし、トラマセもそこまで優先度高くありません。メガネはおしゃれ装備としての需要度が高いかもね。それにしちゃハードル高いけど。しかしよくダメージ食らうな。回復がガンガン減っていくぜ。早食いがついてるのでいつもより積極的に飲んでます。さすがになくなることはないと思いますけど。さあ、ガンスももう一踏ん張り。頑張りましょう。おりゃ。よーし、ガンランスも終わった。これもギリ15針に収まったか。タチより若干早かったですね。B ランクですけど。でも、クエ全体としては多少理解が進みました。やはり原種に前のめり戦法がいいですね。途中で思った通り、慣れてないと辛い組み合わせだ。単純な難易度はタチより高いと思うわ。回避2で完璧に合わせられるなら強そうだが、いろいろシビアで使いこなせんかった。改めて、サボアーシ強いですからね。次が心配。さて、ではラストのヘビー、行きましょうか。武器はキティ砲ですね。倍率222会心 10%。期待値ではガンスと並ぶ高い数値だね。スキルは装填速度と反動軽減の無難なところ。早食いがしっかりついてるのはいいね。ただし、肝心の弾強化や回避距離がありません。シールドも耳栓もないので、方向には無防備。そのため、低い機動力で無理やり立ち回る必要があります。当然、競争薬なんてものはなし。あと弾丸の調合素材がないのもだるいところだ。キティ砲は通常が強いから、これだけ撃ってたいんだが。鉄鋼とか元気とかサポート寄りの構成してる。全くソロ向けに設計されてないよ。爆破弾とかこのデータで初めて撃つかも。ちゃんと爆破取れるんでしょうかね。映像を見返すと6発目で爆発してますが、プレイ中は爆発してることに気づきませんでした。12発を全弾原種に撃ち込んでるよ。それでも爆発してないと思い込んでたね。まあ、これはまだ軽傷だからいいだろう。もともとアシュの方が物理弾を刺したいからな。ザボアの弾肉質は頭45、足や背などが40です。硬くも柔らかくもない感じ。正直、最初はどう打ち分けたもんか探り探りでした。無駄に弾が多いのも困りもの。メインの弾丸が限られてるのがかなりストレスだが、ヘビーのスペックを活かせると考えない方がいいね。これがこのクエで一番の普通枠だと思うね。ヘビーは歴代でも外れ訓練が多い印象だ。トライ G のウーガーシュもひどかった覚えがありますね。ガンナーって弾や肉質など知識を活用するものですが、訓練だとそれが固定されるんで全く面白みがありません。普段使わない人は嫌いになりますよこれ。このクエはまだ武器がまともだからマシだけど、スキルと弾が噛み合ってないんだよね。通常弾を絞られたせいで貫通まで撃たないといけない。装填数3発しかないのに。一応、膨張値には有効となりますが、わざわざこの銃でやることじゃありません。距離がないので普通に撃つだけでも難しい。スタミナにも気を使わないといけませんね。早食いはあるが、クソそのうとうと合ってない。何もかもがストレスを与えてくるぜ。なんとなく鉄鋼でスタン狙おうとしてるが、ぶっちゃけこれも正解じゃない気するな。鉄鋼ってダメージそれなりに出るんでしたっけ？
ヘビーで撃つものではないと思ってますが。とりあえず持ってるから消費してる感じです。原種早く倒さないといけませんし。で、結局スタンしてねえや。結構ギリギリなんだな。怒り中和をかけて何すればいいかわからん。とりあえず肉質はかなり渋くなる。唯一、背中が40通りますが、その他は20か30くらいですね。貫通で無理やり氷ごと狙っていくことにします。残弾が心配ですが言ってられません。アッシュだけになれば最悪通常1があるからな。撃てる弾は出し惜しみせず行こう。しかし装填数3は少なすぎる。自動装填のありがたみを実感してるよ。リーラはマジでソロ最強ですからね。いくら装填が早くても隙は大きいです。それを唯一補うのが通常2のしゃがみですが、ノリダウン中くらいしか狙えませんね。ダウン中でも10発程度撃つのが限度だよ。いちいち動作が遅いから撃つまでが長い。つうか怒り中に狙うべきじゃなかったな。全然ダメージ通ってねえぞこれ。3武器連続で取ってるのでだいぶ来てますね。こんなんでアッシュ大丈夫でしょうか。結論から言うと全然大丈夫じゃなかったよ。合流してぐなりが加速する。分断に成功したのはいいんですが北側が戦いづらくて、上下の傾きがさらにガンナーを苦しめます。しれっと時間も10針に突入してるし、弾の残りも着実に減ってきてますよ。原種マジでどうしていいかわからん。ノリは2回決めてるけど、有効だとは言い難いし。ほんと回避距離がないとやりづらくて仕方ないな。デフォルトにしろよこのスキル。回避距離ってハススト効果を実感しますよね。抜能が遅い武器は特に重要度が高いです。さあ、ここで鬼のしゃがみで通常2を連射します。腹は一番の弱点ですが果たして。照準の移動が遅すぎて思わず笑っちゃったよ。こんなにチンタラしてたっけか。おっと、原種終わったぞ。なんとかクリアはできそうなペースだ。弾は通常2と3が80発弱残っています。あとは貫通2が半分くらい。アシュは行動が強いですが肉質は柔らかめ。氷まとわないし、よく膨らんでくれます。素の肉質もそんなに硬くならないんだよな。物理弾を多めに残したのは正解だった。こいつはノリを狙いつつ慎重に行こう。ここから9連続で映らなければ大丈夫だ。もうザボアの顔も見飽きましたしね。このテイクでしっかり決めていきましょう。さっきも言ったかもですが、本当にタイのクエストですね。武器種によってはかなり時間かかります。お使い数が多くて回復が潤沢なのはいいんだけどさ、それなら火力スキル増やしてほしかったよね。我々みたいなにわかな使い手には辛い施設だ。これでも歴代でいろんな武器は触ってんだけど。つっても、ガンナーは大体最後になりますから、触れてない作品も結構ありますけどね。積極的に一番触ったのはダブルクロスのヘビーと、バールドの弓も強くてよく持ってました。チャージステップが入って弓は革命起きたよね。どの武器も進化し続けてる。そのせいでなかなか着手しづらかったりするね。ガンナーなんてスキルもまるで違ってくるし。最近は近接武器も大概ですけどね。それぞれ必須級のスキルがあったりします。テンプレ装備を揃えたら、あとは使い方を調べて、新しい武器種に行くのってパワーいりますので。火力が出るコンボが作品によって違ったりするしね。作品愛と武器愛を求められるよな。貫通2を打ち切って通常3にシフトしてるな。膨張時は長弾が狙いそうだ。あんまり長弾がヒットしてる感じがありませんが、リヒットしてくれれば火力がかなり出ますね。何より装填数がかなり多いのがいいです。やっぱり弾数が重要ですよ。15度の適性を生かさないとな。ギルドもその辺考慮しとけよ。ギルドという名の開発、条件が平等といえば聞こえはいいんですけどね。さあ、ここで2回目のノリが入りました。一生懸命にボタンを連打します。ヘビーでノリ攻撃するのもなんか新鮮だよ。普通の狩猟ではあんまり使わんからな。自分で乗るのが効率良くないのはわかるんだけど、この装備で殴るよりマシだと思ってね。かなり短いですがチャンスタイムではありますからね。ここでしっかりダメージを取っておきましょう。全然終わらない。もう通常2が31発しか残ってないぞ。あと残ってるのは元気と3弾1だけ。4G の3弾って使えるんでしたっけ？でも回復薬は意外と使ってなかったりします。攻撃を欲張らなければまあまあ戦えますね。どっちかといえば原種のが厄介だったな。全方位の冷凍ビームがマジで強くて。アシュは怒り時の振り向きビームさえ警戒してれば、あんまり命の危険は感じなかったわ。素直にダメージ通りますしね。まだなんとかなります。はい、ようやく終わりました。タイムは24分26秒。もうタイムとかランクとかどうでもいい。プレイ中早く終わってくれとだけ願っていたよ。とにかくヘビーは苦痛の一言だった。しばらくサメどもの顔見たくないわ。弾を撃つ順番、正直よくわかりませんが、距離が適正なら物理弾だけで足りるでしょう。で、報酬がコイン1個に生肉2個っていう、終わってますね。何の罰ゲームなんだこれは。ソロでやるもんじゃないな。だがこれでサメに遠くへは制覇だ。
ピアスに6分の1近づいたぞ。3武器種だけですが結構時間かかりました。2等クエタとどうしても長くなりますね。ただ、初期合流じゃないので難度はそこそこ、決して超えられないほどではありません。時間かかってだるいってだけだね。回るときは総中魂一択だわな。さて、じゃあパート1終わっていこう。次回以降も疲れそうなクエばっかりだぜ。一つも埋まってないやつもありますね。精神が耐えられるか不安です。しかし乗り越えた先にはピアスが、最後までしっかりやりきりましょう。よーし、次回も頑張っていくぞ。ほいじゃ、次の動画で。またね。こんちは。4G ピアス取得の旅パートに始めてまいります。今日も京都で県政と上段のピアスを目指し、G 級冬季大会をガシガシ進めますよ。2つ目のクエストはガララーシュの単体狩猟だ。ここで 4G の問題児が登場か。幸いなことに1体倒せば OK だから集中できるが、それを補ってあまりあるアレナモンスターだね。では、まずは装備を見ていきましょう。ラインナップはこちらです。ハンマー、双剣、笛、ジャーク、弓ですね。ザボアではなかった打撃系の武器が2つともあるね。これがまあ、かなり悪意ある構成なんだが。武器種によって武器スペックに差があるのも気になる。ジャークは初期のレギ武器とかなり低性能だよ。なんと、ハンマーとは武器倍率に80もの差があります。これ設定ミスなのでは。とりあえず、順番に攻略していきますね。まずはハンマーから参ります。よーし、じゃあガララーシュ始めるぜ。5連戦になるが気合い入れていこう。このクエ、所持アイテムは普通ですね。回復は潤沢なのでじっくりと戦えます。がしかし、肝心の武器相性については、ハンマーは比較的ですがかなり悪いですね。スキルについては、スタミナ関連でまあまあだね。高耳なしを強要されるのが終わってるけど。それよりひどいのは打撃系の肉質だ。切断に比べて軒並み硬くされてるよ。弱点である前足と撥水口、これらは5ずつ硬くなっておりますね。そして、それ以上にまずいのが胴体の効果。これによってなんと青ゲージで弾かれます。で、持たされてる武器は青ゲージだよ。狙いを定めないと弾かれまくるぜ。後ろ足や尻尾を正確に狙えればいいんだけど、意図せず吸われることも多いからな。ガララはとにかくじっとしてる時間が短いです。ちょこちょこ体勢を変えてきますね。これ、狙いが定めづらくなるだけでなく、いちいち削りが発生するのがかなり面倒です。ほんと、あらゆる行動に攻撃判定があるんだよな。巨体だから判定もバカでかいし。純粋に体力的に痛いのももちろん、ハンマーのためを解除されるのが超絶鬱陶しいよ。弾かれを回避するために試したいで行きたいんですが、それを許してくれないんですよね。耳栓も距離もないからシンプルに攻撃食らいやすいし、だいぶストレスフルなクエストになります。対策としては、ダメ攻撃を早めに打つことかな。相手の削り行動に重ねるイメージだ。ダメ攻撃中は SE がつくから、無様に尻餅つかされるのだけは回避可能だ。ま、それでも完全には防げませんがね。攻撃が当たらなければ意味ありませんし、前のめりに行っても反撃もらうだけなので、基本はカウンター気味に動くのでいいと思います。タイムを狙う武器ではないからね。クリア最優先で考えるべきだろう。そしてノリも積極的に狙うよ。ザボアと同じだね。固定ダメージに加えて数秒間のチャンスタイム。基礎体力が低い闘技場では役立ちます。乗る前に水やられは解除しておきましょうね。スタミナの回復がかなり遅くなります。水ブレスもまあ厄介な攻撃だからね。多少の被弾は覚悟しないとな。ゲージ結構ギリギリだったな。失敗せんでよかった。しかし、ハンマーは成功度も気を使わないといけません。最大弱点の前足を殴りに行きますが、判定が小さくて周りを胴体に囲まれてるので、油断するとすぐ弾かれてしまいます。この小さい足が最大弱点ってのはどういう発想なんだ。設計段階から狙わせる気ねえじゃん。ハンマー縛りの攻略中にも思ったけど、なんでこいつの打撃肉質硬くしたんだろうな。硬い広角に衝撃でダメージを与えやすい。打撃ってそんなイメージあったんですけどね。ともかく、こんな調子で相手に付き合うしかありません。狙えそうなら尻尾の撥水口を殴りましょう。緑ゲージだと全然手応えないけどな。距離を離された時にでも研いでおこうね。11分ほど経ってクリアできた。ギリギリだけど A ランクに届いたな。ハンマー、可もなく不可もなく、でしたね。このクエの基準となるものだと思います。とはいえストレスフルな狩猟でした。打撃だからといって疲れやすくもならないし。このタイムだと疲労はなって1回だね。しかもだいぶ後半だ。これで5分の1終了か。まだまだ先は長いな。ま、感触はなんとなくつかめましたので、次の武器種行きましょう。
2つ目の武器は双剣です。装備は非属性のサラマンダーですね。この訓練で唯一の非属性近接だ。しかもスキルで巧みと弱得がついてる。見てわかる通り一番優遇されてる。ガララの撥水口に対してかなり強い構成だ。撥水口は物理45、火がなんと35も通ります。非属性双剣が極めて相性いい部位ですね。根本的な肉質も切断有利なので、ハンマーの100倍楽だと思います。先方は基準ゲージを貯めて突進連山するだけ。属性に弱いモンスはほぼこれで解決するな。双剣は SE が豊富なのも嬉しいところだ。尻餅つくことなく攻められるぞ。スタミナの管理だけは気をつけたいですね。水ブレスはかなり食らいたくありません。が、ネックなのはそのくらいなので、面白いようにひるませ続けることができるでしょう。なんでハンマーに非属性をつけてあげなかったんだ。マジで拷問だったぞ。開始直後だけどもうやりやすさが団地。巧み付きで白身が出るのも素晴らしいな。これは多分、ソロを意識したんですかね。ここまでまともなスキルも珍しいです。ガララは他に笛が候補であるんですが、その戦率も双剣を生かすような形になってます。でも正直、双剣2のペアが一番早そうだけどね。そこら辺どうなんだろう。で、双剣もノリを狙おうとしてるんだが、これはいらなかったね。武器が強いんで、普通に殴った方がいいですね。リーチが短くて蓄積も取りづらいし。というより、効率だけ見れば他武器でもノリは不要ですが、最適解を出し続けるのが難しいので乗ってるとこあります。慣れや相性によって左右されるからね。多くの武器は乗った方が攻略が楽になる。タイムを狙うなら強い武器だけに絞ればいいしね。一つはそれ用の武器が用意されてるはずだ。ガララ双剣ほど分かりやすいのは珍しいかもですが、見て明らかに性能抜けてるのありますからね。あ、ようやくここで青毛に落ちましたね。青でも頭以外には弾かれないはず。サラマンダー、何気に切れ味優秀だよな。G 級の初期強化だけど白40の出てくれる。さすがに緑まで行ったら研がないといけないけど、マジで隙がないぜ。G2 で最終強化できるんですよね。本編の攻略にも使える優秀な系列です。さて、5分割に突入しました。ずっと安定して立ち回れています。ちょっと困ったのがこの支給用オータルだ。なぜか双剣だけ爆弾支給されてんだよな。ボマーがあるから有効なダメージソースになりそうだけど、どこで設置したもんかな。ショータルガーデンで流れて当てられそうですけどね。プレイ中はノリダウンで爆破させようと考えてました。ガララ討伐は大体力の爪が配られてますが、その代わりということなんでしょうか。全体見渡すとコンセプトがよくわからん系だよな。罠が使える武器との組み合わせとか想定してんのかな。さて、あとどんくらいで終わるかな。S ランクはもう過ぎてるはずだが。冬季大会は A ランクの基準はかなり緩いです。報酬を考慮してのものでしょう。しかし S ランクはしっかり厳しいライン。ソロだとちゃんと練習が必要になってきます。それもテイストによって難易あるけどね。このガララ双剣は相当優しい部類と見える。いずれ G 級闘技のソロ S 制覇もやりたいな。ピアス取得前から気が早いな。いつまで競技場のモチベ続くかわかりませんしね。今やらないと一生着手しなさそう。別に PS を売りにするつもりは全くありませんが、目標があるとやる気出ますからね。そうね、単純に気分いいだろうし。よーし、終わった。タイムは6分19秒だったぞ。S まであと40秒ってところですか。ハンマーに比べるとマージで楽勝でしたね。爆弾を当てつつもうちょい正確に撥水口を狙えれば、数回やれば S ランクいけると思います。まさかガララーシュの訓練でこんな穴があるなんて、ありがとうサラマンダー。おし、3部機種目、折り返しだな。ここからはサクサクお届けしていこう。めちゃくちゃ特徴的な武器種はありませんからね。クエスト自体の内容も変わらないし。で、続いては笛なんですが、ハンマーでお話しした通り、打撃肉質が終わってます。しかも装備も弱いんだよなこれ。ガララーシュって雷は多少通りがいいんだけど、火力スキルがなくて攻撃の戦率も吹けない。唯一属性強化が吹けるが、合ってないようなもんだよ。双剣とペア組めばいきそうな気もしますが、笛単体の火力が足りなすぎるんですよね。唯一の強みは自己強化による弾かれ無効。ストレスはハンマーより少ないかも。もともと弾かれ無効の攻撃手段もあるしね。攻撃して隙を晒すことにはなりづらい。ただね、笛は単体だと攻撃性能が低すぎる。モーションが遅すぎてガララに当たんねえよ。これはもう 4G の狩猟笛が抱える根本的な問題ですね。モーション値パーセカンドもかなり低いと思われます。効率がいいとされる後方攻撃もモーション値は45。冷静に考えて全然強力じゃないです。ハンマーの縦振り一発目と大体同じ威力か。しかも当てんのむずいんだよなこれ。前方に判定を強く出すなら叩きつけだが、これはこれでめちゃくちゃ好きでかいし。手数を出すために他の攻撃を入れようにも、特段強いモーションもありませんしね。そして忘れた頃にやってくる自己強化切れ。
ま、これは笛に慣れてないだけですけど。ちょいちょい演奏攻撃も入れないとダメそうだな。笛吹き名人あってもめちゃくちゃ長くは持たないね。合計の笛も何回担いだことあるかなってレベルだ。マルチ時代、テオに担いだことはあったけど。他のメンバーが強力なら攻撃戦率は輝きますが、正直自分の強武器持って殴った方が強かったですね。狩猟笛も最近はだいぶ手こ入れされてますけど、昔の作品は単体だと厳しかったですね。もともとが戦慄を押し出した武器種だからね。単体でも強かったらマルチに笛必須になっちゃうし。とはいえ、ソロゲーとなった今の 4G では、かなり厳しい武器なのは間違いないな。コンセプトはおもろいんですが、4G で輝く笛を見たかったです。その後、たっぷり時間をかけて討伐完了。終始絵面が変わらない地味な狩猟でした。難しくはないけど全然倒れない。ただダラダラとしたゲームだったな。冒頭にも言ったが、なんでわざわざ打撃武器があるんだよ。悪意ありすぎだろこれ。ますます何のための施設なのかわからなくなってきます。双剣の2倍以上かかりましたよ。ここで B ランクが挟まりました。そこまで絶望的なタイムではないものの。1頭に15分かかるとな。しかも相手はガララーシュっていう。まあいいや、次はチャークだ。強武器だぜ。ただこれはこれで問題を抱えてまして、装備がものすごく低スペックなんですよね。なんと武器はジョン・イレギオス武器の1段階目。他の武器種は G 級武器なんですけど。スキルは集中と装填数アップだけが有効。兆候を打てっていうコンセプト自体は正しいな。ただ、いくらなんでも武器が弱すぎる。回の方で良かったろうよ。この装備、防具固有のスキルが死んでます。装填数ため単の最強女王だけで賄ってますよ。狩猟笛のフルリのプロといい、なんでこうも適当なんでしょうか。一つ一つ設定すんのもだるそうだしね。基本はチート5隻で調整する方針なんだろうな。そして、技物の砥石拘束もないレギオスチャーク。切れ味の維持は絶対にできなくなってるよ。この訓練では黄色まで使い切っていいと思います。つまり撥水口くらいしか殴れませんね。基本は剣モードしか許されません。上皇の指導も含めてです。下手に変形抜刀とかすると弾かれるだけだね。一発撥水口に当たったところで美味しくないしな。必要以上に武器が弱いから、どうせ A タイムは狙えん。これも忍耐力で乗り切る武器種だな。せめて心眼か幸運でもあれば、もうちょいストレスは感じなかったんですが。一応増弾はあるので、上質フルヒットなだめばそれなり、集中の恩恵も感じなくはありません。リンが1本増えるだけで何割かダメージ上がるからね。弱いスキルでは全くない。というか、この企画の目的であるスキルだ。どちらかといえば増費が欲しくてやってる。剣聖もたまにシミュで出てきたりするんですけど、心眼がつく優秀な防具って多いですからね。それで言うと装填数アップも言うほど使わないですが、強族整備で遊びたいときは必須です。強族は榴弾の気にならないほど便数が大事だからね。調質押し付けろ以上の効率ないし。あとはギルクエでもっと活かせればな。いくつか企画にできるんだが。有効なのはカニとバサルくらいですもんね。極限連中は絶対担げないし。有効な相手も単体だと報酬がまずいので、ほぼ動画のためだけにクエ用意する形になります。そのためだけにザザミアシ単体を140まで育成。どうしても優先度は下がるよね。にしてもしんどいクエストだな。もともと榴弾との相性悪いよなこいつ。巨体だから瓶こそ当たりやすいですが、そうそう調質なんて1000発食らってくれませんもんね。火の強属性で撥水口をちょこちょこ殴る方が強そう。調質も当たらなくはないですし。方向を普通にガードできるのは偉いけど、それだけだな。さあ、何度目かの調質だ。疲労中だから普通に当たってくれる。その後ちょい削りでフィニッシュしました。タイムは10分半ですね。こんな装備でハンマーより速いタイム、肉質の重要さがわかります。ハンマーは武器倍率260だったからね。武器種の差も感じるな。せっかくチャーク持ってるのに衣装のせいで台無し。なんでレギチャークでやらせんだよ。ともあれこれで5分の4が終了です。最後の武器、頑張りましょう。よし、いよいよ最後の武器種だ。ガンナーは弓だな。冬季大会の弓もまあ、厳しいのが多い印象です。ダメ攻撃との相性次第になりますね。ガララで選択されるのはギンレウスの武器でした。火がついてるのはいいですね。スキルは弱特に集中に、非属性強化1か。通常強化はレベル1だから、ないも同然なのが残念。だけど見た目は強そうな構成してるね。この武器って強いのかな。レベル3の貫通4号車がそれなりに強そうです。ガララの胴は長いし、火もよく通ります。やはり気になるのはスタミナ関連ですね。スキルもアイテムも補助するものが一切ありません。ここで我々の連動不足が響きそうだな。弓はガンナー中で圧倒的に一番下手だわ。ライトよりさらに使えないって相当だぞ。設定がわからなくて照準すら怪しい。簡易照準とはまた別なんですよね。
なぜかものすごく視点移動が速くなってました。そもそもどこをどう狙えばいいかわかりません。銅は火こそ通りますが、物理18なんですよね。天使に比べて後ろ足がかなり柔らかいね。なんと打撃の2倍くらい通るぞ。なんだけど、貫通だとろくに狙えなさそうだよな。撥水口から通したいは無理そうだ。まず方形列の貫通弓ってかなり弱いんですよね。モーション値が死ぬほど低かったはず。装備の見た目こそ強力そうなんですが、厳しそうですねこれ。モーション値も加味して通常価格3のが良さそうよね。貫通打つならもっと属性値が欲しかった。せめてタミにも貫通だったらな。もうちょい柔軟にいけそうなんだが。ヒュペリオンはタメ4も貫通4なんですよね。タメ3と4で同タイプになるのは素晴らしい。ただ、総点数アップもスタミナ補助もないこの訓練だと、ただ使いづらいタイプになっちゃってます。これが闘技大会で弓が微妙な理由だよな。このクエはまだマシな部類だろうけど。残念だけどこのクエで一番根性枠かも。個人的には笛のが万倍マシだわ。PS があまりにも不足してんのは置いといて、水ブレスなどのストレスも半端ないですね。もちろん方向も削りもそのまんま食らうので、防御力の低さも響いてます。最後の武器だからまだなんとか頑張れてる感じ。気合で乗り切るぞ。あ、そうそう、弓だけ落とし穴を所持してんだよな。これはありがたく使わせてもらおう。これは装填のいい補助になり得そうですね。少なくとも攻撃アップが吹けない笛より役立ちそう。弓単体でもある程度活用はできます。先ほど言った撥水口から足を狙う通し方ができますね。怠慢ではまずできない狙い方だからね。ノリと合わせて相手を拘束していこう。しかしとにかくスタミナがきつい。競争がないと話にならんなこの武器は。攻撃回数にダイレクトに響きますからね。この時代はスタミナ武器に競争はデフォ。最近は競争が弱くなったり、体術にシフトしたりしてますが、スタミナをまず強化するのは変わってません。この先もずっとこの傾向なのかな。気になるところだ。で、その後の戦闘は苦しかったね。ひたすら動きを制限された中で頑張った。落とし穴に乗りダウンに強撃まで使い切りまして、ガチンコ勝負のターンですね。方向やら削りやらでいちいち足を止められて、とにかくストレスがすんごいです。やられ中はスタミナの回復が溜まるってのがね、テンポの悪さに繋がってたな。さらに道中で今企画初のオツをかましたよ。これについては何とも思えなかったけどな。あと7オツまでできるわけですからね。クリアに響きづらいのはありがたいです。ただし飛躍で焼けた体力は戻ってこず、管理するものがさらに増えることになりました。まったく、なんでガンナーまで使わねばならんのだ。そういう施設なのはわかるけどよ。双剣で6分ちょい出してんだぞこっちは。弓使わなくてもクリア認定でいいだろ。ガララーシュとの5連戦でもう疲労困憊。最後にガンナーを残すのは間違いだったでしょうか。と思ったらここで相手も疲労してますね。どちらも満身創痍のようです。ここやられも直さずに攻撃してる。正常な判断力が失われてるな。でもさすがにそれも打ち止め。たっぷり時間をかけてガララーシュ、全武器制覇だ。18分近くかかりましたね。火力不足の笛よりさらに一段遅いです。我々が弓の扱い下手すぎるのを除くと、この訓練の弓はどの辺の立ち位置なんでしょうね。そこは考えても仕方ないと思うけどね。明らかに双剣が抜けてるからな。じゃ、相変わらずしょっぽい報酬をもらって、まとめに入るとするか。はい、ということでガララーシュの攻略が完了しました。タイムはこんな感じ。感覚のまま、双剣だけ圧倒的に早く終わりました。まあ、武器とスキルが噛み合ってればこうなりますよね。それ以外の武器種はひどいのが多かったな。打撃が2種入ってんのが最高にアホ。だけどクエスト自体の難度は思ったより低かったかも。あのガララーシュだからヤバそうと思ってたが。火力が抑えめなのがかなり助かりましたね。G1 のキーク得たとそこが一番ネックなんで。これで3分の1が終了しました。次終われば折り返しですね。とはいえやばいのは後半にまとまってるからな。次の次あたりから難度は跳ね上がっていくだろう。やると決めた以上は最後まで走り抜く。やりやすい武器種が揃うことを祈って。もう運命は決まってますけど、引き続き頑張りましょう。ほいじゃ、次の動画で。またね。こんちは。4G ピアス取得の旅パート3、始めてまいります。剣聖と増弾のピアス取得を目指す道のり。まずはネルスキュラの討伐からですね。ランク的には G2 だからこの位置にいるが、ぶっちゃけガララーシュと順番逆だよな。武器は片手からライトまで5種類だ。なんというか、正直微妙なラインナップだよね。強武器の類がありませんね。武器自体のスペックは片手やランスが強めです。
パッと見でしんどいのはなぜか上位武器のスラークと、相変わらず弾が終わってるライトですね。闘技大会だと通常にすら持ってないからね。何が楽しいねんこれ。で、肝心の内容なんだけど、ぶっちゃけ何も言うことがないよ。潜らないのを祈って昼見によるダウンを狙い続ける。それだけのクエですね。もともとスキュラーシュ自体がかなり地味な上に1頭だけ、G2 の追加アッシュ組ってだけで存在してます。そんなわけでこいつの闘技大会はバッサリカットね。あまりに地味すぎて動画1本は耐えられないとの判断。唯一言うことがあるとすればライトかな。終わってるよこのクエ。なんと物理弾が通常3と貫通1しかありません。よほど上手くないと後半は通常1を打つしかなくなります。一体どこの誰が G 級にもなって通常1を打ちたいのか、ほんと理解に苦しみますね。最終的なタイムはこんな感じになった。自然に A が取れたのは2つだけか。ただこれ S ランクは2分30秒以内とかなり厳しめ。ソロ取得は大変そうだね。S を目指すなら腹ダウンのループが必要になります。ちゃんと手順を覚えないといけませんね。とまあ、そんな感じではありまして、本当に見どころが少ないクエストでした。闘技大会の単体クエってそもそも存在意義がな。スキュラー種の数少ない登場シーンではあるが。さあ、ということでここからがこの動画の本番。4つ目のクエストに移るぞ。次はディア2頭の討伐です。ここから一気に難易度が上がります。このクエはすでにタチとランスでクリア済みだったので、あとは双剣、スラーク、ライトですね。またライトあんのかよってのは置いといて、近接はそこそこのラインナップだね。まずは双剣から、実質スキルが挑戦1のみというふざけた構成だ。武器に氷がついててマシかと思いきや半分が水。正直、こちらも特に語ることない系ですね。クエストについてはここから2頭同時になります。幸い、分断策は問題なく使用可能。違うのはやっぱりモンスター自体の強さかな。爬虫類や昆虫どもとはわけが違う。一部を除いて先行と音爆弾が封じられてるのも面倒。特に原種は突進ボットだからな。分断策でフィールドを制限することで多少マシになります。適宜ノリも狙っていきましょうね。ノリは頭を狙うのが分かりやすくておすすめ。反応しない部分も割と多いので注意しましょう。ノリ攻防自体も結構難しめだから注意ね。小耳なしのふざけたスキルなのが悪いんだけどさ。乗った後は腹を中心に攻撃したいけど、双剣だと尻尾行った方が良かったかも。微妙に手応えがないんですよね。リーチの関係で背中肉質に吸われてそう。とはいえ元が強武器なので十分やっていけます。さすがに火力も出てますね。よく言えば安定、悪く言えば面白みがないね。クリアが目的だからいいんだけどさ。アシュの方はステータスが強くてさらに強力だけど、個人的にはこっちのが戦ってて楽しいな。シンプルに行動パターンが多彩なんですよね。アシュは捌くのが難しい分攻撃チャンスも多いです。スキルほぼなしで戦わされますけど、怠慢であればなんとか勝負になります。どっちもギルクエ140で相手してるからな。それと比べるとさすがに簡単だわ。そんなわけで双剣でサクッと討伐完了。ギリギリ A ランクだったわ。ランスでやった時よりかかりましたね。あちらは見切りさんと方向を防げるのが大きかったか。にしても本当にふざけた装備してます。わざわざお守りで攻撃発動圏外にされてますよ。他の武器種でもこんなんだからね。どんだけ制限したいんだよ。ちなみにランスのクリアはペアの記録になってるが、これはサブキャラと繋げただけね。確か飛竜のコイン G を収集しようと思って、時短のために同行させたんでしたね。そういえばディアクエまで A ランクでクリアすると、増幅のピアスを直接受け取れますよ。ここでしか入手できない激レア防具だ。触光とかと同じくくりだね。見た目は耳飾りだけつくピアス系のもの。おしゃれ装備に使える、かも。ただ、残念ながら実用性はあんまりないです。増幅というスキル自体がすんごい地味でして。属性攻撃強化プラスアイテム使用強化の複合。しかもこれ単体では発動せず、スロセロとなっています。手持ちのお守りと超絶噛み合えば、ワンチャン双剣か弓で採用できるかなくらいかね。それにしても防具1箇所これで潰れるのはな。あまりにも見合ってないよね。まあ、勲章的な意味合いが強いですね。折り返し良すぎたってことで。ということで次はスラークなんですけど、このクエは多分、これが一番早く終わります。スラークが双剣を超えるという異常事態、完全にノーマークだったが、この武器、麻痺がかなり強力だ。属性値400を強属性瓶が補強する。1投あたり2、3回は麻痺が入りますね。1回目はだいぶ早く取れます。麻痺らせたら腹に当たるように斧で振り回し、切れ味青ですが、結構火力も出てくれます。振り回しの際の位置取りはかなり慣れがいりそうだが、ポテンシャルを感じるよね。とにかく麻痺りやすいから他の武器との組み合わせも強そう。剣符双剣あたり熱いんじゃないか。腹に乱舞してんのが結局一番ですからね。属性は通りづらいですが、あんまり関係なさそう。
アシュだけになってもその強さは変わらず、スラークの麻痺強いかもしれません。極限相手には振り回しは激烈に弱そうだが、通常個体には悪くないかもね。競争はないけど、あんまりそれを感じさせなかったわ。唯一小耳がついた武器種ってのもあるしな。何よりこれがでかいですよね。ティア君はまあまあ方向の頻度高いので。攻撃チャンスだけでなく防御面でも重要です。ノウトンしてれば緊急回避でかわせますが。ここでも麻痺が入って絶好のチャンス。怒り中に来てくれるとなお嬉しいね。言うてもスキルは小耳しかないから、怒り中のスピードには全然ついていけんのよな。アシュはかなり高速化しますからね。ノリダウンもより難しい。切り方は相変わらず無駄が多いですが、それでも十分な活躍でした。ここで討伐完了。一番早いタイムが出たね。ソロだと間違いなくこれが最速だろう。しかしソロ S は相当ハードルが高そうですね。そろそろ根本的に考慮されてなさそうなのが増えます。さあ、これで近接が終わり5分の4武器種クリア。一見順調そうに見えますが。このクエは次の武器が全てと言っていい。覚悟して挑むぞ。さ、じゃあライトボウガンやっていくか。これは問題児だね。このクエどころか G 級冬季大会全体を見ても、相当ヤバい部類の武器ですね。所持アイテムとスキルは、まあ普通です。連発数、装填数、フルチャと見た目が良さげ。アイルージュは倍率かなり低いけど一応最終強化だ。通常の装填数が多いから、これを活かすのかな。ただ、この訓練でも問題になるのが所持弾の貧弱さだ。見ろよこれ。調合素材は愚か、素で通常に思っていません。スキュラと変わらないじゃないですか。おそらくマルチのサポ用を想定してるんでしょうけど、それにしても通常にを持たせない理由になりません。これがソロだとまあかなり痛くてね。相手が1頭だけならまだなんとかなるんだが。もちろん弾丸だけでクリアもできるんだが、普通にやってると時間切れになるよ。そこで攻略法の一つとして同士討ちがあります。モンスター同士で攻撃させ合うわけですね。これなら火力不足を防ぎつつ、射撃による隙を抑えてリスクも軽減できます。2頭を相手にしながら撃つだけでも大変だしね。片方が怒ったらなおさら。ま、この時点でおかしいんだけどね。何が悲しくて同士討ちなんて狙わないといけないんだよ。選択肢になる時点でおかしいんですよね。サポ用にしてもソロのこと考えられてなさすぎです。ちなみに同士討ちを使ったとして別に早くはありません。クリアが安定するだけですので。どの方法でどんなにうまくやっても25分以上、30分台は見ておいた方がいいと思うね。ちなみに同士討ち狙いでも分断策は有効。あちこち移動されると同士討ちも発生しづらいしな。突進も先行も大きく離されてしまいますからね。使った方がいいでしょう。ただし、攻撃をさばくのはもちろん難しくなります。生き残るだけでも大変ですよ。当然、小耳なんてついてないからね。この戦法で行くなら抜刀自体かなり慎重にならないと。で、最初に狙うべきはやっぱり原種だ。足をこいつに仕向けるように調整しよう。原種の方が突進連打で不安定がちですからね。ステータス的にもこちらからでいいでしょう。射撃する場合は尻尾か翼膜を狙いますが、貫通なら腹に通すのがいいでしょうね。正直エイムなんてしてらんない場面も多いしね。外さない意識のがいいかも。ちなみにこの訓練ではフルチャがついてるが、ソロだとないものと思っていいよ。維持しようとすると足の前進が非常に厄介。抜刀状態で避け続けるのはほぼ不可能です。つまり火力スキルがないも同然、攻撃アップでもついてりゃ楽だったんですが。ま、これは今更だね。闘技大会の装備に期待することなど何もない。で、本番はどちらかが怒り状態になった時、これを裁けるかでクリアできるか決まるね。特にアシュが起こった場合ですね。こうなると足につきっきりにならざるを得ません。基本はノウトフ状態でさらに避けに徹する意識で、削っておくのも大事っちゃ大事ですが。アシュはとにかく攻撃のスピードがやばくてね、状況や地形次第で回避不能になることも多い。防御力はそれなりだし、回復も潤沢でお使い数もあるが、このクエだと割とシビアなんだよな。なんせ長期戦必至ですからね。言うて火ダメもでっかいし。飛躍も慎重に使わないと移った時のリカバリが難しく、普通に過ごすだけでそれなりの技量が必要です。とにかく忙しすぎて目の前の対処に精一杯になる。それにしてもクソ長く感じるけどな。閉ざされた塀の中で化け物2頭と戦わされる、刑務作業という表現がぴったりだぜ。とはいえ予想できていた範疇ではありますね。コメントで散々やばいやばい言われてましたので。この機に当時のブログなど漁ったりしたんですが、やはり皆さんこれには苦戦されてたようです。こん時の闘技大会ってね、奈良だと全然募集もなかったからな。マルチ大武器が輝くのは実質フレとのペアくらい、これに苦労した人は多かったろうね。そこで苦肉の策の同士討ち戦法と、ほんと先人には頭が下がりますね。ちなみに同士討ちダメはトライ系でかなり高まりましたが、合計って確かそこまでではなかったですよね。
どうだろう、初期の頃の作品よりは上がってるのかな。それなりに入るイメージあるんだけど。しかし柵を使うとさすがに窮屈だな。片方が疲労してもろくに狙えないわ。本来ならここで持ち込みの音爆が輝くんですが、突進やら方向やらで邪魔されまくりですね。しかも切れた後はほぼ角で怒り状態が待ってます。本当にしんどすぎる。まだ10針だけど、すでに貫通1も打ち切ってるね。通常3も半分切ってるぞ。これは大変な狩猟になりそうだ。とにかく片方が沈むまで耐えだな。さて、一気に飛んで28分半ほど経過したところで、ようやく片方が沈みました。足から倒れてるのは途中柵をミスったせいだね。間違えて原種足を分断しちゃってな。仕方なく足に物理弾を打ち込んでプランが崩れた。あれで数分は損してそうだ。回復アイテムの消費も危険水準まで来てましたので、2頭の時間が長くなったのは失敗でしたね。で、1頭倒れても全然油断はできません。ここからは同士打ちで崩れませんが、物理弾も切れてます。つまり通常1に頼ることになるんだが、これがまた扱いづらくてな。連発数1のおかげで速射はなんと6連発。これの隙がとにかくでかすぎる。全弾に当たれば火力はそれなりになるんですが、1回撃つのも命がけです。それに、全弾弱点に当てるには何らか高速がいるので、実質火力は大したことないんですよね。速射は火力と弾持ちをフォローするのも、持ち込み無限の通常1に合ってないんだよな。これが通常2の速射だったら、このクエの印象もだいぶ違っただろう。これ以外本当にできることがないのがしんどいです。マジで罰ゲームって感じですよ。せっかく速射自体は面白い要素なのに、こんなんやらされたら嫌いになるでしょ。しかもこの通常1のターン長いっていうね。超絶うまかったら物理弾足りたりするのかな。どのクエストにも耐えの武器種は必ずあるが、これはさすがに一線を隠しすぎだね。装備がどうこうっていうのとはちょっと違いますからね。普段やってる 4G とは別ゲーです。さあ、なかなか攻撃できてませんが、いつまで続くか。やっと終わった。タイムは32分10秒か。マジでこれまでで一番疲れたわ。ザボアのヘビーとはもう全然違うね。言うてもヘビーって火力ありますからね。あっちは物理弾余裕で足りますし。通常1を撃ってる時の虚無感たるや凄まじいです。久々に撃ちましたよこれ。連発数が完全に足かせになってるっていうね。いや、麻痺弾を想定してんだろうけどさ。で、報酬はお決まりのコイン1枚だよ。32分集中してこれかよ。長時間労働の後に突きつけられる B ランク。ブラック企業も真っ青の待遇ですね。さ、何はともあれディア2頭もコンプしました。いやー、長かった。スキュラもまあまあ時間はかかってるからな。2連続で潰すのはなかなかハードだったぜ。ただ一気に2クエスト分消化できたぞ。残りはなんと2クエのみだ。予定より早めたので進捗はいい感じですね。これからクエストの難度もどんどん上がっていきます。つうかぶっちゃけ、この企画はディアからが本番。非常に不安です。ここまで来たらしっかり乗り切らないと。ピアスはすぐそこで待ってるぞ。ほいじゃ、次の動画で。またね。こんちは。4G ピアス取得の旅パート4始めてまいります。さあ、残るクエストは2つとなりました。剣聖と相談、見えてきましたよ。そうね、ようやくここまで来た。いや、来てしまった、かな。今回のお相手は極限上の単体だ。単体の闘技大会は早く終わる分、楽な傾向だが。もちろん一筋縄で行くはずもなく、このクエストは回復アイテムを一切所持していません。ではどうするのかというと、なんと極限生命だけで賄うことになっています。もうここまで来ると縛りの教養の極致だよ。何の目的でこんなもん作ったんだろうね。まあいい、早速始めていこうか。チャークのみクリア済みだから体験から順に行こう。体験はかのローグレギオンでの出撃となります。このクエ、武器だけは一丁前に強いものが揃います。ただスキルが回避や生存用のものが全てなので、武器種による相性差はかなり大きいです。体験のくせに回避に沈みの構成だよ。集中がないからダメ攻撃が恐ろしく使いづらい。ここはセオリーは無視して抜刀状態メインで行こう。どうせタイムを狙える武器ではないからな。このクエのタイム役はチャークになっています。その他の近接はとりあえずクリアだけ目指しましょう。なお、体験に合ってないスキル構成とは言いましたが、実は回避スキルがついてる分、かなり恵まれています。この回避構成は体験とチャークの2種のみだ。その他の武器種は体力や防御ダウン無効になってる。おそらくソロを考えて設定されたのだと思う。強武器2種が対象なのはまあ、嬉しいっちゃ嬉しい。このクエスト、武器種が全部強いんですよね。開発的にもこの縛りは重いんでしょう。
幸い、ジョーの体力と攻撃力はかなり低めです。極限生命でなんとか対抗できる範囲になってます。それも剣士だけなんだけどね。それは後で伝えられると思うけど。剣士の場合、このクエの脅威は回復縛りではない。普通に退屈でストレスフルな点なんだよな。先ほどタイム狙い担当はチャークと言いましたね。チャークは確かに強くて楽しく遊べます。が、他の武器種はシンプルにチャークの介護感で、楽しめる要素がないんですよね。ここで極限の仕様がものすごく悪さしてんのよ。共通で足しか狙えなくなるからさ。リーチとか関係なく、みんなやること同じ。武器種分ける必要ねえじゃんこれ。そこにプラスして回復アイテムなしの縛り、プレイは慎重めにならざるを得ません。生存重視で足をひたすらチクチク。設定に反してものすごく地味なクエストです。体験片手総中魂はマジで消化試合だよ。やれることもやられることもない感じかな。これが一等クエでまだ良かったよ。これで複数等だったら退屈でハゲるぞ。極限女王ってかなりおとなしめな極限モンスですが、それは高耳と耐震があってのことですね。このクエは耐震付きの武器種は1個もないです。これが結構終わってます。極限女王って四股踏みだらけだからね。これにいちいち捕まるのがマジで鬱陶しい。その点、チャークは GP や回避で対処できるから、速くなるのも当然なんだよな。さて、ようやく解除できましたね。進撃の半分くらいまでかかりました。回避構成は段差が多い闘技場と相性が悪いです。段差に引っかかると無敵時間途切れるので。このクエでは100害あって一理なしだよな。普通のクエでも段差は邪魔なだけだが。そんで、解除した後は普通に上やればいいんだが、相変わらず回復なしなことには注意だな。体験は、ために極限生命が乗るとほぼ全開します。発生すると少し楽しい、かも。生命にはクールタイムがあるのですが、手数の少なさと噛み合ってると言えなくもないです。このクエだと全てを賄わないといけないからね。一撃の回復量が重要かもしれないな。極限生命は本来削りの対策として採用されるから、体験だと持て余すんだよな。手数武器だと TA でも採用されることがありますね。体験 TA の生命採用は見たことないです。当然、攻撃の方がタイム的には有利なので、ここでも 4G 体験の強力さが現れています。火力役かと思いきや生存面も強いからな。改めて恵まれすぎてるぜ。その後は特に何もなく安定して進んだ。腐っても体験、かなりやりやすい部類だな。体験とチャークは単純な武器スペックも抜けてます。G 級最終強化が出てきましたね。タイムは8分半で、ギリギリ A ランク圏内でした。詰めたら2番目に早いのはどれなんでしょう。どうでもいいさ。それじゃあ他の近接の処理しちゃおう。続いては片手剣だね。モータルハートはスキュラ系統の武器か。4の時はブラッディネルソードが強かったですが、G 級だと攻撃面がちょっと弱すぎますね。外進込みでも期待値は200台前半なので、体験チャークとの差がすごいです。レギ武器は290か。それに比べるとパワー不足だな。でも、片手剣はかなり立ち回りやすい。睡眠を取れば安定して研ぐこともできるしね。言うても火力も十分出てくれますね。これも極めればソロ S 狙えるポテンシャルあります。一応続撃があるのでいつでも寝かせることが可能。体験チャークと組み合わせれば強そう。爆弾でも持ってりゃ完璧だったんだがな。このクエ、かなり体力低めだし。ほい、片手も完了っと。まあまあかかったな。本当にその他近接は作業ですね。ある程度上に慣れてれば何も心配がありません。合流石や回復以外のアイテムはちゃんとしてるんで、思ったより困ること少ないですね。極限生命自体はちゃんと強いからな。本来は手数武器と相性いいし。よーし、次々、さっさと消化していこう。続いては総中魂になります。ガララの麻痺武器ですね。倍率220で会心もないので、片手よりさらに低火力。武器種自体が強いので普通に使えますけど。ただ、個人的には片手の方が好きだな。この武器、とにかく虫の性能が終わってる。スピードがクソ遅いし、もちろんエキス延長なんてなし。進撃の使いどころはかなり慎重にならんといけんね。スキルがかなり貧弱なのも苦しいです。切れ足があっという間に落ちます。青だと怒り中の胴体に弾かれるので、かなり上手くないとストレスやばいです。そのせいで麻痺もいまいち活かしづらいしな。蝶との相性自体はいいはずなのに。たださすがに極限解除はかなり早い。モーション値の暴力を感じるぜ。この武器も TA だとタイム出そうですね。さすがにチャークには及びませんが。その後は下りましたが普通に終わりました。途中エキス切れを起こしてしんどかったです。なぜか無理にノリを狙おうとしてね。進撃が切れて大変なことになった。そのせいでタイムかなり遅くなったね。石1個分くらい損してそう。ともあれこれで近接は全て終わりましたね。本当に何も味がしないクエストでした。その代わりというか、ラスト1武器が、とんでもなく濃厚な味わいとなってます。いやー怖いね。
我々どうなっちゃうんだろう。はい、やってまいりました罰ゲームのコーナー。なんでマイクへ罰ゲーム枠あんだよ。しかも全部ガンナーなんですけど、どうにかしてほしいですね。ジョー君は名槌ヘビーになります。武器は当然最終強化ですが、レギが良かった。この武器、一生産としてみてかなり微妙じゃね。装填数少ないし左右ブレあるし。でもってなぜか持たされなかった回避スキル。性能はともかく、距離がないのが致命的だ。もっと致命的なのがこの条件下で回復なし。こりゃ地獄が見れそうですよ。とにかくやってみますか。初見でクリアできるか、これまでで一番不安かも。このシリーズでは初見での感触を大事にしてる。これから挑戦する人の役に立てば嬉しいね。進撃を研いでいざ入場。なんとなく3段を想定してるぞ。4K の3段ってマジで何の印象もないんですけど、強いのかどうか全くわからず使ってます。確か以前ほど集団しなくなってるんですが、うまく足に入りますかね。立ち位置的には有効そうな雰囲気あるけどね。中途半端に距離開けるとまずそうだ。ヘビーにとっては、この段差もものすごく厄介な存在。一回よじ登るだけで命がけだぞ。極限中の動きには全くついていけません。とにかく、あらゆる行動の隙が大きすぎます。我々の中では、もう回避距離とイーラレギオンが前提。これ以外のヘビーを今更担ぐ気になりません。装填で足が止まるのに装填数少ないとな。3段4発ってライトみたいな数値だな。マジで適当に撃ってるけど効いてんのかなこれ。進撃なしでボコボコに跳ね返ってそうだ。弾丸は本来、原子より極限と相性が悪いです。弾き部位はダメージ0プラス弾き返しがあります。これを武器やスキル、弾選びで解決するのが、このゲームの攻略だと思うんですが。そういうのを丸無視してんのが闘技大会だからね。そりゃガンナー全部つまんなくなるわな。少なくとも G 級闘技大会は全部罰ゲームだ。ピアス取得のハードルはここに集約されるね。後半のクエストは輪をかけて苦しくなってます。前回のディアライトから始まり。前回のプレイ時も相当絶望的でしたが、この上ヘビーのが気にならないほど難しいです。質の悪い難しさなのがとにかくしんどい。やってんのがただただ苦痛になるんだよな。やりたいことができない方向性なんだよね。やってて歯応えみたいなものは感じないわ。我々、極限上って結構評価高いんですけどね。武器資格差とか理不尽要素が少ないので。それがここまで苦痛になるのが逆にすごいです。なぜ闘技大会で極限が抜擢されたのか。こんな危険なもの闘技場に放つなって話だよな。ギルド側でなんとかしろよ。で、ここでようやく最初の極限解除か。2分近くかかったな。どっかで解除に3段が有効と見た気がしたんですが、相当我々の狙いが悪かったんでしょうね。解除後はスピードが落ちて高速攻撃の頻度が減ります。束の間の狩猟タイムです。まずは毒弾を当てて毒を取っていこう。蝶は毒ダメがかなり多めに設定されてる。毒弾12発で3回は毒が取れるはず。逆に1回でも取り損ねるとかなり下るぞ。毒弾レベルには1発あたり蓄積値50。上の耐性は初期100で上昇値がちょうど50ですね。最初の解除で1回取って、あとは続撃も駆使して入れていきましょう。毒を入れたら貫通を打っていこう。極限中は役に立たんし。怒り中の腹は玉肉質60としっかり通る。ここくらいしか弱点と呼べる部位はないけど。当てやすいけど相性は微妙ですね。噛みつきが当たらない距離からちゃんと通しましょう。やっぱりブレズがかなり脅威ですね。状況次第でフレーム回避するしかなくなります。今のはたまたま成功したけど、こんなの何回もやるのは無理ゲーだね。かといって攻めないと時間厳しいしな。ヘビーの達人向きのクエストだぜ。ブレス以外にも噛みつきにタックルに、ある程度のフレーム回避は必須になるでしょう。そして、うまくさばけたら攻める姿勢を忘れずに、もたもたしてるとすぐ次の極限が来ます。ここ、2回目の毒狙おうとしてるがこれはミスだね。やるなら最初の毒終わりを狙わないとダメだった。上の毒の持続は45秒だ。素早くいけば、最初の解除なら2回ダメージ取れるな。このミスは後々我々を苦しめることになります。お楽しみ、ではないか。はい、がっつり飛びまして、余裕の30分割突入をしております。都合3回目の極限かなこれは。ここら辺が一番苦しかったね。ちなみにここに来るまでに2落してる。さらに麻痺も取れず、毒を1回無駄にしたぞ。この訓練は早めに毒を入れるようにして、3回分入らなかったらリタしていいと思います。物理弾で360ダメージ出るのに何分かかるのか、極限中のダメージ効率がとにかく終わってます。3弾が切れたら足に通常3を打つんだが、普通に肉質渋いからねここ。通常弾だと解除値も全然稼げない。このテイク、戦闘の大半が極限状態になってるよ。というより、足に通常3を当てるだけで難しいです。密着して打つのが理想ですが。車庫入れ等ですぐ距離が離れてしまうので、よく透かされます。だいぶ無駄玉も多くなってな。絶対もっと早く倒せてるなこれ。
長弾もほぼ期待できなさそう。跳ねたところでどうせ効かねえし。ダメージゼロってのがやばいですよね。開発はガンナー嫌いなんでしょうか。公式がインタビューでディスってたの掘り返すなって、4G の発売とも近いんだしさ。しかし、それを除いてもひどい内容だったな。マジで何もかもうまくいかんかったわ。ここでも通常1まで言ってるし、ボルガン打ったら毎回通常1打ってませんか。毒と弾丸を無駄にしなければ足りたはず。ここはさすがにプレイスキルの問題ですね。もう途中から完全に心折れてたよね。生きたゾンビのような状態でプレイしてたよ。こういうの久々だな。いや、味わいたくないんだけどさ。逆に言えば今後伸びしろがあるってことなんですが、少なくともこれは二度とやりたくないですね。なんとかクリアはできたようです。2オツ36分という満身創痍ぶり。マジで危なかった。本当にクリアできないかと思ったぜ。でかい反省としてはやっぱり毒だな。間違いなくあの1回がこのクエの鍵だ。とにかく今は超えられたのでよしとしましょう。爽快感みたいなものは一切ありませんが。それで、以上でジョーは全部クリアになったんですが、最後にチャークもちらっとお見せしますね。これがどんだけ抜けてるかってところね。おそらく G 級訓練で最もソロ S が楽なんじゃないかな。ソロ S のラインは5分以内の討伐だ。ヘビーの後じゃ考えられないよね。ゼロハリが出うるっていうのが信じられませんよね。ヘビーだけ別ゲーです。というか、チャークは撮影の予定なかったんですが、あまりにもヘビーで気分悪くなったので気晴らしです。ジョーのストレスをジョーで解消。せめてもの抵抗だね。冒頭にも言ったがチャークはかなり恵まれてる。武器は強いし、回避構成も体験より合ってるね。榴弾のおかげで極限解除も楽々。足肉質の微妙さも関係ありません。振動を GP で活用できるのもこのクエでは光ります。とにかく無駄な時間が発生しにくいです。石1個での解除もかなり余裕だ。相手のひるむ頻度も明らかに多いよね。唯一困るのは切れ味の維持が難しい点だが、困る頃には終わってたりするぞ。剣モード中はなるべくために連と回転切り、ヒット数を抑える工夫がいりますね。剣モードでも全然強いので問題ありません。隙がない訓練です。正直、意識するのはこのくらいで OK。あとはアドリブでやってても S いけるぞ。ちょっと頑張れば3分前後はすぐに出そう。やり込みにもいいと思う。タイムを詰める遊びは純粋に面白そうです。各クエ1武器くらいはこれができます。さあ、そろそろ終わりそうですね。解放切りを意識して多めで言ってます。青まで行ってるしそろそろっぽいね。緑になっちゃうようなら、もうちょい練習が必要な証拠。はい終わり。そんなこと言いつつ、ギリ切れ味緑になってるわ。でも S ランクは取れました。これ1テイク目ですからね。ヘビーとの恐ろしい落差が伝わるでしょうか。ソロだとほんと印象がまるで違います。ソロとマルチ用で分けてんだろうけどね。にしてもあのヘビーは何用なんだろうか。超絶お手軽 S ランク。いい口直しになったわ。ということで極限上討伐でした。ギルカの履歴、チャークだらけで意味ないっすね。以前サブデータを連れてコイン集めした時のものだな。周回の適当なタイムですらこれ。とにかくこの闘技大会はヘビーをどうするか、それだけ考えるクエストだ。しんどいので体調が良い日にプレイすることを推奨します。ストレスでメンタル壊さないようにしましょう。実際のところはとにかく毒入れを意識すれば、30分以内には終わるんじゃないかと思います。数オツくらいなら気にならんからな。9オツシステムが初めてありがたいと感じたわ。さあ、いよいよ次回でこの企画も最後。あのクエストが待ってるぞ。いよいよ来ますね。もちろん罰ゲーム枠ありますんでお楽しみに。ほいじゃ、次の動画で。またね。こんちは。4G ピアス取得の旅最終回始めてまいります。全5回でお届けしてきたこちらの企画、いよいよ今回で最後ですね。クエストはみんな大好きティガ3頭。相手にとって不足がなさすぎる。内容は通常、恐竜化、そして極限を相手にするもの。前半2種は同時出現となるよ。立体闘技で分断したり、激流装を使いながらさばいていく、非常に難度の高いものとなってます。選定武器がどれも癖が強いものばかりなのも難点。言っちゃ悪いですが、弓以外弱武器が揃います。でも一番問題なのはその弓だったりするんだが、それは後でのお楽しみ。実は我々、すでに3種でクリア済みなんだよね。残すは笛と弓のみ。よりにもよってってラインナップですが、まあ、この2つだけで十分伝わるでしょう。ではまず肩慣らしに笛からいきますか。実質スキルなしのふざけた構成となっています。もはやスキルなし程度では全く驚かんね。闘技大会ってのはそういう施設だ。というより、これでも笛はかなり恵まれてる。
なんと交流石を所持してるんだぜ。極限食えたから当たり前じゃんと思ったそこのあなた、甘いです。なんと石を持つのは打撃系の2武器のみ。あとは石なしでの戦闘を強要されます。なあ、高難易度の作り方雑すぎねえか。難しいのと普通なのは別なんだって。ま、それでもやるしかないんだけどね。とりあえず初手2匹に激流層を当てるとこから始まる。これ、全部機種共通で狙うべきです。失敗したら即クエリ化しましょう。で、成功したらすぐツタ上に行きます。ツタハマりがある分有利。緊急時はすぐ仮想に待機できるからな。基本ずっと上にいよう。ちなみに、笛の場合は激流層噛み合わないがち。演奏あるから突入が遅くなるんだよな。これのせいで何回かやり直してますが、さすがに攻撃戦率切るわけにはいきませんからね。ツタから落とされましたが我慢しましょう。この程度でイラついてたら身が持ちません。正直、こんなのストレスのうちに入らないよ。乾燥した今だから言えることだが。飛躍を蹴散らず早めに体力は上げておきたい。火力は控えめだが、一度食らうとはめられるからね。ジョーと違ってさすがに回復薬は所持しています。例によってかなり潤沢なので、そこは安心。で、2頭の時は先行を狙っていきましょう。理想を言えば同時に当てることですが。運が絡むからこだわりすぎない方がいい。せめて邪魔な方だけ止めておこうね。おすすめは石で早く討伐できる恐竜化からだ。石は同心で、火力だけはそれなり。スタハメとスタンもあるのでまあまあやれます。少しの間火力バフもありますし。ただまあ、全体ではハンマーでええやんとなります。このクエのタイム役はハンマーでしょう。槍2種のスキルは結構いい感じなんだけど、やっぱ石なしが致命的すぎるよな。中途半端で配られてるのが毎度意味わからん。なんでこの施設意味わからんクエばっかなんだよ。ここは考えるだけ無駄でしょうね。ソロプレイヤーを一切考慮してないのは確か。で、早速フィルムが入ってますが、この最中の頭狙いは慣れが必要ですね。無駄に首振るんだよねこいつ。未だにタイミングがつかめない。これは攻撃が遅いから、見てからじゃスカる。こりゃスタンは遠いかもな。クエソロだとそもそもスタンを生かすの難しそう。片方足止めしてないといけませんし。ハンマー TA だとボコボコ取ってましたが、ベースの武器パワーが違いますからね。笛にもいいところはあるんだけどね。それが自己強化による抜刀移動の速さ。怒り中は突進の速度が速いし、たまに異常なホーミングをしてくる。強化中なら気合い入れれば避けきれますね。定期的に切れるのがあれですが。ただ、こういうツタの切れ目はもちろん避けられません。寄らないようになるべく注意しましょう。注意するにも限界があるけどな。もう一匹がだいぶ邪魔してくる。被弾したらじゃんじゃん回復していこう。半分切ったら飲んどいた方が無難。こうしてこかされたりもしますがこれも我慢。このくらい、そよ風に感じておかないと。そうだね、平常心平常心。笛程度さらっとクリアできんと。こうして石中に突っ込まれても平気さ。どうせ後で倒す相手だ。内心切りまくってるのは内緒です。表に出さなければ。その後、そこそこのタイムで恐竜化の方を討伐。10分はかかりませんでした。さすがに石がある分火力は出るな。最後まで解除できてないのが気になるけど。このクエは最初の2頭を倒すまで極限は出てこない。束の間のまったりタイムになるぞ。とはいえあんまり被弾したくありません。怠慢でも油断は禁物。それからほどなくして通常個体も終わりました。方向を華麗にフレーム回避して終了。ティガの方向判定は一瞬だ。発生まで猶予もあるし、回避狙いやすいね。ふむ、それにしてもここまで白が持ったか。切れ味だけは優秀だな。笛って手数少ないですもんね。出せないの裏返しなんですけど。そこから1分経つと極限個体が合流します。このクエの2つ目の山場。とはいえハンマー笛はかなりマシだ。なんたって極限を解除できるんだからな。解除するのが極限の攻略法だろってツッコミはごもっとも。でも、5分の3が石持ってないんだからしゃあない。これは一体どういうつもりの設定なんでしょうね。まさか、極限がまともに戦える敵という認識なのか。というのは今は置いときまして、早速ですが乗ることができましたね。これは出現後すぐに狙うのが良さそうだね。ちょうど段差付近が初期位置になってる。こう耳がないが、ティガの乗りは比較的楽めだ。積極的に狙っていいね。ここでダメージと解除値を稼ぐことができます。討伐はぐっと近くなりますよ。頭しか狙っちゃいけないのは一応注意。なるべく定点で攻撃するようにしましょう。これはコンボが繋がりやすいのが一応いい点かな。モーション値云々は置いといて。スタンエフェクトがないのがこの上なく不快だが、解除までの辛抱だな。ただし、笛は肝心の解除に時間がかかります。我々の腕では石2個で解除が追いつかず。ティガの極限解除値は少し高めです。ラージャンの 1.5 倍近くあります。ここまで時間かかると思わなかったわ。モーション値不足とはいえ。もたもたしてると戦慄も切れるから面倒だわ。ソロだと完全にハンマーでいいよね。
攻撃アップが吹けるからマルチでは活躍しそうなんですけど、果たしてどれだけの人が活かせたんでしょうかね。恐竜症も出てるんで極限からのダメージも特大、生命が脅かされております。いつの間にか回復薬も順調に減ってるわ。ちょっと被弾には気をつけないとね。2周目の進撃でようやく最初の解除が完了。やっとまともに戦えるわ。スタハマりの対処法、もっと慣れないといけませんね。とりあえずクリアが目的なので今はいいですが。解除さえしてしまえばこっちのもの、スタンも含めてゴリゴリ削りに行きます。石持ってるのが打撃系でよかったね。スタン封じられるのはさすがにクソゲーが過ぎる。このキンキンエフェクトが出てるだけで楽しい。これを取り上げるなんて大罪だよ。冷静に考えて、硬化してないのにスタン通らないって、おかしすぎませんかね。さすがにこれは打撃武器の全否定。石があればどうこうって問題じゃないです。ベースがスタンを前提に調整されてるわけだからね。なくなればその分不利になるのは必然。結局、極限解除は一度だけだった。そこまで時間がかからなかっただけだが。石ありの近接武器であればこんなもんですね。クリアするだけなら安定します。ガンナーを弱くする手段って豊富にあるんですが、近接はスキルを縛るくらいしかないですからね。そこまで弱い武器ってのも持たされないしな。切れ味さえ維持してりゃいい。ほい、20分くらいでクリア完了。ギリギリ A ランクはいかなかったか。我々はすでにガンスで A ランクを取っています。あとはクリアだけ目指せばいいですね。さすがに疲れますがここまでは予想通り、笛が弱い以外は特に思うことはありません。さあ、次がいよいよこの企画のラストクエだ。まさしくラスボスって感じの組み合わせが残ったぞ。このテンションのまま突っ走りましょう。いよいよです。というわけでラスト、弓だ。ついにここまで来ちゃったか。このクエの弓はやばいことで有名です。挑戦したことなくても聞いたことがあるはず。まずパッと目につくのはスキル鈍足の存在。なんと、ダメ中のスタミナ消費が2倍になります。スキルに期待できないことでおなじみの闘技大会だが、こう致命的なマイナススキルまでつくのは珍しい。ここまで悪意全開だと逆に感心するね。どんだけガンナー嫌いなんだよ。ところが、本当のヤバさはそこではありません。むしろ鈍足なんて些細な問題です。それは後半戦で影響してきます。まずは通常個体と恐竜化を相手します。一応雷属性だから、ティガとの相性はそこそこ。回復ガブのみでゴリ押せば前半はなんとかなる。例によって真っ先にダブル激流走を狙おう。これを決めないと始まらない。ほぼ被弾しますがそれ自体は問題ありません。この装備、無駄に防御面だけ強化されています。極限防御と防御アップ超で防御力は600超え、極限防御の精霊効果もあります。鈍足で足を奪った分の補助ってか、そういう問題じゃねえよ。空きスロがあるのにわざと発動させてないからねこれ。設計思想から終わってる。G 級闘技やってきましたけどすごいです。ガンナーで面白いクエ一つもありませんでしたね。さあ、上に登ってきましたけど、この武器だと登る意味も薄くなりますね。頭ひるみがかなり取りづらい。スタハマりは頭以外でも起きるが。そもそも 4G の貫通は弱いからダメージ自体取れない。雷に頼るって感じかな。後ろ足以外にはそれなりに通るみたいですね。体に通すように狙いましょう。そういえば、弓は先行も所持していないんでした。シンプルに2頭を相手するのがすでにきついです。一応仮想から一つだけ先行を採取できる。うまく取れれば役立つかもね。それでも火力と機動力がないせいで苦戦は必至だ。気合で1頭削るしかない。石がないのでまだおとなしい通常個体から狙ってます。多分これでいいはず。やっぱ弓の2対1はめちゃくちゃですね。ゲーム性もクソもありません。昔っから複数頭同時のクエは大嫌いだ。面倒なだけじゃんこれ。動きを観察して少しずつ攻略していく。我々にモンハンさせてくれよ。状況によっては上層に戻るだけで苦労します。体力も死にかけですでに満身創痍。今回は気まぐれで命拾いしましたね。まさに絶体絶命でした。これ最後まで回復薬持つかな。もう結構不安なんだけど。これでまだマシな方ってのがやばい。罰ゲーム中の罰ゲームだなほんと。これは企画でも立てなきゃできませんね。同行者でよかった。ですがさすがに普通に攻撃が通る相手なので、11分台で片方が沈みましたね。ちゃんと恐竜の方も当たったのはでかいな。こっちもそれなりに削れてるはずだ。前半は同士打ちダメージも入るから、いくら武器が弱くても補える要素がある。この怠慢になれば余裕が出ます。なるべく回復を温存して。OK、とりあえず前半は乗り切りました。すでに一落ちしてるのは内緒。回復は、グレート13に粉塵3、飛躍1か。結構持っていかれたな。これらも仮想で少しなら補充できる。その仕様まで視野に入れとこう。あとは調合で強撃を補充してと、万全の体制でやつを迎えましょう。さて、いよいよ来ましたね。
正真正銘、これが最後の相手です。極限ティガだ。一頭だから笛を見るといけそうに思えるが。ここで弓が抱える問題がその牙を抜いてくる。そう、合流石の未所持だ。打撃系だけと言ってたのでそりゃそうって感じですが、この武器の場合はさらに致命的な要素があります。それがタメさんが貫通の点、極限との相性は最悪の一言です。弾き部位に当たると、ヒット途中でも律儀に戻ってくるよ。途中で折れるならまだマシだったんだが。多分、正解はタメ2の連射を頭か尾の先に当てること。これしかやることがないよ。もちろん属性は死ぬまで効きません。死んでも効きませんけど。というわけでダメージ効率が絶望的に悪いです。どうやっても時間かかるようになってます。これ見れば弾速なんてさまつもさまつ。貯められるだけマシに思えるでしょ。攻撃面だけじゃなく防御面もかなり厳しい。ノウトウ状態じゃ全く動きについていけないぞ。たまに出してくる超絶ホーミング突進。あれが来るとほぼ避けられません。それがなくとも速度変化がついた時は回避が大変。武器を構えることすら危ないです。怒り中はノウトウメインで立ち回っていいと思う。タメさんが使えないからタメ時間の確保もいらんし。隙を見てタメにまでバットをタメをしてすぐノウトウ。これがベースになるね。連射も適当に狙うと次の回避が間に合いません。振り向きの際、横を向いてる段階で当てましょう。もちろん狙いが甘いと弾き返されて隙を晒します。繰り距離を維持しつつ、素早く正確な射撃が必要。ちなみに、ここまで徹底しても食らうときは食らうからね。こっちの回復と相手の体力、どちらが早く尽きるか。基盤がかさんでも自分を責めないようにしよう。クエストの設計が間違ってるだけだ。とにかく落ちらないようにだけ頑張ってみましょう。できるのは地道に当て続けるだけです。こういう方向も貴重な攻撃チャンス。怒り中は多少通りやすくなります。まあ、スピードアップでさらについていけなくなるが、もともとついてきないから変わらんか。10分おきに激流走も使える。うまくヒットさせるのは難しいが。ああ、なんか無駄に移動されてカス当たりでした。もちろん、激流走のダメも8割減となってます。10分待って得られるのがしょうもない紫のエフェクト。これを無視できるのは波竜砲だけです。10分おきにここに向けてぶち込んでくれねえかな。その度に一落ちしていいからさ。で、起動したらまた上層に戻って虚無タイムの始まりだ。さて、何分かかるのやら。というより削り切れるか不安になってきます。とにかくリアクションがなさすぎるので。終盤はそれを危惧して手数を増やすようにしました。どうせ注意しても全部は避けきれないとの判断。反対を向いた時に尻尾を狙うチャンスだね。弾は20しか通らないけどな。これでも何もしないよりはマシ。少しでも早く終わらせる努力だ。単調すぎて途中から何してるかわからなくなってきます。体力は低いはずなんですがね。ガンナーを弱くする手段は豊富と言いましたが、ほぼほぼ全ての要素を味わえるんじゃないでしょうか。我々も長くモンハン遊んできたけど、悪クエランキング相当上位に来るねこれ。難度が高い低いとかじゃない。不便で不自由なだけ。よく縛りプレイでハンターナイフ対黒竜とかありますが、やってることそれの押し付けですからね。しかも間違ったとこ殴るとダメージ食らうっていうね。弾き部位ってのはどういう構造なんだ。まあいい、愚痴はこの辺にして最後まで気合い入れるぞ。さすがに倒せるようにはなってるはず。いつの間にやら35分割。合計でここまで行ったのジョーに次いで2度目かも。全然倒れん。もう40分いっちゃいそうなんだが。グレートももう使い切っており、残すは飛躍と粉塵3つのみとなりました。これ以上続くとさらに泥沼展開になりそうです。ここまで来てクリアできないとか嫌ですよ。さすがにもうチャレンジする気力ないぞ。編集時間も圧迫されるし、早く終わってくれ。やっと終わった。タイムは39分1秒だが、もうどうでもいいな。無事乗り越えたのでもう満足ですね。間違いなく過去一でしんどいクエでした。極限個体と28分くらい戦ってた計算。そりゃまあ、この装備ならそうなるでしょうね。とにかくさっさと戻ろうぜ。もうしばらく立体闘技場見たくないわ。ではお目当てのものを。これで G 級闘技30武騎手の全制覇だ。剣聖と増弾のピアスを受け取ります。いや、さすがに達成感ありますね。お姉さんからねぎらいと、また挑戦してとのお言葉を賜ります。しばらく挑戦はいいかな。後半クエのガンナー調整してくれたら行くわ。で、ティガクエの振り返りだが、正直あんまり記憶にないんだよね。クエ自体の難易度は間違いなく闘技最高でしょう。クリアだけでもそれなりにしんどい。ですが、それぞれのステータスがかなり低く激流走もあり、剣士は普通に苦労する程度で収まるでしょう。とにかく弓がヤバすぎて他が霞む。あれだけ別クエみたいな感覚だよ。ジョーのヘビーとも比較にならんね。こっちのが圧倒的に虚無。なんか、工夫の余地が見えませんでしたね。石なしは本当にダメ。何はともあれ、無事ピアスは入手できました。いやー、長かったですね。スキルは心眼と装填数。
しっかり 1V で発動するぞ。欲を言えばやっぱりスロットが欲しいな。増弾はともかく、剣聖は使う未来が全く見えん。心眼は強力ですけど意外に軽いんですよね。対応する防具が多く、神剣一体もあります。やはりこの企画の本命は増弾の方。カーマ4や強族チャークで遊ぶ際に重宝しそう。いずれこれが活かせるギルクエでも出ればいいな。あとは弓を練習しないと。この2つは初期の作品からある防具だが、年々入手が面倒になってる印象あるわ。我々は最初に遊んだのがポータブル無印なんですけど、その時は村クエ制覇で作れましたからね。はい、ということで G 級闘技を完全制覇しました。軽く振り返っていこうと思います。と言っても、印象に残るようなのは一部だったね。大変だったものトップ3でも発表しようか。まず第3位はディアライト。そういえばこれ30分かかってたか。同士討ちから始まり、最後通常1を即射してたやつです。一体何をやらされてたんだか。武器がほぼサポート特化だったので、ソロだと何一つ強みがいきませんでした。シンプルにダメージも厳しかったよな。ここからクエスト自体もぐっと難しくなったし。お次、第2位はジョーヘビーだ。これも大変だったな。これは武器スペック自体は低くないんですが、それを発揮しきるのが非常に難しいですね。耐震も回避距離もないので、徹底的に動きを制限されます。ただ、理不尽感は少ないかもね。ちゃんと詰めたら答えてくれそうな雰囲気はある。で、1位はもちろんティガユミ。これについてはさっきまで散々言ってた通りだ。これも強みを制限するタイプの装備。というか、意図的にパワーダウンさせてきますね。もはやソロだのマルチ向けだのは関係ありません。ただただ設計側の悪意に溢れた悪クエでした。ティガ原種って本来面白いモンスなんだけどさ、よくここまでつまんなくできるよね。2位以下とは比べ物にならないくらい大変だ。ソロだとこれをクリアできるか次第だね。しかし、見事にガンナーで埋まりましたね。ここでガンナー全部騎士揃ってるじゃないですか。剣士と違って武器とスキル選びが重要なので、それを縛られたらまあこうなりますわな。これさ、悪影響しかないよな。普段剣士の人にはめちゃくちゃ弱く見えちゃうでしょ。もちろん我々自身の PS が不足してるのは前提だけど、それにしても良くない調整されてる。スキルなしの笛がマシに見えましたからね。どんな施設ですか本当に。最初のザボア2頭から考えると刺激もありましたが、とにかく後半3種のガンナーだけ悪目立ちしてます。これマジでもったいないよな。G 級闘技の評判、ガンナーだけで落としてるでしょ。中には爪がいある光る組み合わせもあるだけに、そこに目が向かないのは残念だよ。S や A、タイムを狙う遊びなら面白いと思います。もちろん全部剣士ですが、ソロで制覇する場合は相当な覚悟が必要。我慢してくださいとしか言いようがないです。少しずつ埋めていくのがおすすめだ。同じ敵繰り返すことになるわけだし。苦手な武器は気分がいい日にプレイしよう。そうじゃないと心が持たないぞ。我々も企画だから完走できた部分ありました。ピアスを目指す皆さん、頑張りましょう。さ、ではそろそろ締めていきますか。短い間ですが、お付き合いありがとうございました。ずっと消化したいと思ってたからすっきりしたよ。後半悪口言ってばっかになっちゃったが。改めて言うが、しっかり面白い要素もある施設だ。今後はそこに注目して楽しんでいこう。ですね、闘技アンチを作りたいわけじゃないので、この話はここまでにしておきましょう。ほいじゃ、次の動画で。またね。